こんにちは、ゼキザップです。今回の動画は前回の続きになっているんですけど、モンキー125で埼玉県のバイク神社、そこの上にある絶景スポットから出発して、今日は帰宅編ということで、ただね、帰っていくだけの動画になりますが、前半部分はその道中の様子、そして後半については、タイトルにあります通り、モンキーの最近の燃費についてお話ししたいと思いますので、ぜひお付き合いのほどよろしくお願いいたします。さあ、それでは国道299号を乗りまして、ここから茅ヶ坂峠を越えて帰っていきます。で、撮影は2月1日日曜日に行っているので、直近で雪は降っていないので、このまま安全に走っていけるかと思います。で、この辺りは過去に来た天然のつららが見れるんですよね。一応後ろにスーさんがいるので、紹介しておきたいと思います。こちらですね。ここが天然にできたつららなんですよ。芦ヶ久保とかは人工的に水やってるんですけど、そうなんですね。これ天然物なんですよね。梨と一緒ですね。そうですね。さすがに全然雨が降っていないので、つららがほとんどできていませんでしたね。過去に行った時はこんな感じでね、かなり大規模のつららが見れたので、タイミングが良ければね、こんな感じの景色を見ることができます。で、群馬県にも梨木のつららっていう天然のつららがあるので、興味がある方はね、ぜひ行ってみてください。そして峠が近づいてきたら、さすがに雪が見えてきましたね。やっぱこの辺りは降るんですね。ただ路面全部が凍ってるっていうわけではないので、このまま行きましょうか。いやー、完全に寒いですね。光が当たっていないとこんなに冷え込むのか。そして雪の量もすごい。こういう風にね、雪を見ちゃうと不安になるんですけど、一応対向車線からバイクが下ってきてるので、問題はないのかなという感じになってます。で、こっからいよいよ上りですね。おそらくは登っていくにつれて雪も増えてくるかと思うので、気をつけて走っていきます。さあ、だいたい中腹ぐらいまで来ましたかね。けど思ってたよりも雪はないので一安心って感じです。で、この辺りはね、見晴らしがいいんですよね。コーナー抜けると遠くの山々も見える感じになってるんで、ほんといい場所ですよね。なのでこの茅ヶ坂峠は、埼玉から群馬に行くとき結構好んで走りますね。これが1本隣の県道282号とかになると、去年の秋に走行してるんですけど、車と車のすれ違いができないような細い道だったりするので、やっぱ無難にこの国道299号が、走りやすくていいのかなと思います。さあ、このトンネルを抜ければ群馬県ですね。中は、大丈夫そうですね。トンネルにもよると思うんですけど、冬って湧き水とかが固まって氷の塊ができてることがあるじゃないですか。だからね、トンネルを通るときは要注意ですね。で、これで群馬県側に来まして、もちろんこっちも雪がところどころありますね。で、あとはね、埼玉県側よりも群馬県側の方が道が悪いので、そのあたりも気をつけます。こんな感じで明らかに群馬県側の方が凍結してそうな雰囲気がありますね。で、空気もだいぶひんやりしてるんで、これはちょっときついな。やっぱり群馬県側の方が日陰になるんで、その分だけ寒いですよね。なので雪も大量に残っていて、で、路面のテカリもあって、ただ民家があるところまでようやく来ましたね。ってことはもう少しか。一応こうやって見てみると明らかに凍ってるところはね、分かる感じになってるんで、そういったところに乗らなければ大丈夫そうですね。さあ、無事に国道462号まで降りてくることができました。で、ここから先はさすがに凍結とかはね、ないと思うので、スムーズに走れるかと思います。そしてこの国道462号って、群馬県の藤岡から上野村まで行ける道になってるんですけど、秋は紅葉が綺麗ですし、あと1ヶ月もすれば、3月下旬頃になると桜がすごい見れるんですよね。なのでツーリングにおすすめのコースとなっております。で、今右側をちらっと見たんですけど、かなり水が少ないですね。なのでちょっと様子でも覗いていこうかなと思います。
やっぱ今年の雨の少なさは異常ですよね。なので結構各地のダム湖からね、昔の建物が見えたとか、そういうニュースがありますよね。で、ここは特にそういったものはありませんが、かなり水が少ないんで、こういう状況は初めて見ますね。はい、それではツーリングの様子は終わりにしまして、ここからはモンキー125の燃費についてお話ししたいと思います。で、一応振り返っていきますと、自分はモンキー125に2025年の4月から乗っています。で、その最初の頃は奈良市運転中、燃費が58とかですかね、ギリギリリッター60いかない状況で、あれ、前評判と違うなという感情を抱いていたんですけど、奈良市が終わって、徐々に燃費が上がっていって、で、夏ですかね、一番好条件な時で、リッター68まで記録することができました。で、そこから、徐々に寒くなっていって紅葉シーズン、リッター64から60ですかね、それぐらいで走っていたんですけど、いよいよ気温が1桁、冬になってきて、燃費がリッター52から54ということで50キロ前半を記録するようになりました。で、つい最近時ですかね、このように雪が降った後とか、空気がキンキンに冷えている状況でのツーリングで、最悪のね、燃費が出たということで、リッター48となっております。おそらくはね、気温の影響が非常に大きいバイクなのかなと思うんですが、皆さんの燃費はどうですかと言っても、あんまりね、これまでコメントももらえていなかったので、自分の方で最近時ハマっている SNS の分析ですか、AI を使って X、インスタ、あと今回はミンカラーと、あとは燃費記録サイトですか、そういったところをまとめて、1000件を超える燃費報告の中から、リッター70キロを超える方の割合、60キロ台の割合、そういったところをね、算出させてもらいました。で、こちらが実際に AI にね、まとめてもらった結果になるんですけど、いや、本当今の AI って優秀ですよね。自分の作成したプロンプトには、モンキーの型式までは指定してなかったんですよね。そしたらこのようにちゃんと JB02 なのか JB0305 なのかによって差が出ますよというところをね、指摘しております。それを無視した状況で作成すると、こんな感じになるんですけど、さすがにね、自分が乗ってるのが JB05 なので、じゃあ JB05 での割合を出してくださいといった感じで、このようになりました。リッター70キロを超える方が 30%、リッター60キロ台の方が 60%、ほぼほぼこれが、メインになってきますよね。実際自分もそうですね、この最近時の真冬のツーリング以外は、リッター60キロ台となっているので、納得の数字かなと思います。で、リッター50キロ台が 9% で、40キロ以下っていう方が 1% 未満ということで、なるほどなと。やっぱ50キロを下回ってくる自分が今回出したようなリッター48っていうのは、かなりの少数派であることが分かりました。モンキー125の場合、かなり限られたね、排気量の中で走らせていくので、乗る人の体重、あとは体格による走行抵抗、そういったところも影響しますし、上りなのかストップ&ゴーが多いのか、様々なね条件の中で燃費っていうのは出てくるんですけど、自分の場合ツーリングしている場所が、毎年決まったようなところを走ってるんで、そんなにね、だいたいこの道を走ればこれぐらいかっていう感覚はあるんですけど、やっぱり気温によってかなりね変化があるなとは思っていました。特に夏の頃だと1メモリ減るのに、だいたい35キロから40キロ走ると減るような感じだったんですけど、最近は20キロ走るか走んないかっていうところで1メモリ減っていくので、実燃費から燃費の悪さっていうのは分かってはいるんですけど、メモリの減る速さっていうところもツーリングしながら不安にはなっていくので、冬はロングツーリングやりませんが、あんまりね気持ちいいもんではないなと思っております。こういうふうにね、今はぐちぐち言っておりますが、もうそろそろ気温も上がってきて、徐々に花も咲いて、ツーリングシーズンもやってくるので、この辛い時期どうにかね乗り越えたいなと思っております。で、もうそろそろモンキーも納車してから1年が経ちますので、何かしら
メンテナンスだけじゃなくてね、カスタムもしたいなと思っております。タイヤの方を変えるか、プラグの方はもう準備してあるので、それは元 DX に変えるんですけど、何かしら、違った状態でね、2年目を走ればいいかなと思っております。なのでね、おすすめのカスタム等ありましたら、ぜひ教えてもらえると嬉しいです。それでは最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。